万博ミニ四駆の決勝で競ったヨッシーさんが、海四駆、なるものを企画しているらしい。面白そうなので参加してみよう。して、会場コースでは色々と考えることが盛りだくさん。いつもの水四駆は淡水なので、後で乾かせば OK 理論で、特に対策せずにバシャバシャやっている。しかし海水となると話が変わってくる。海水がかかるとモーターが錆びたりする。男気でどうにかなってしまうのでマシンに海水がかかったり、吹っ飛んで海ポチャするリスクを恐れなければ。例えばこんなマシンでも走らせることができてしまう。それはそれでスリルがあって面白そうだけど、ちょっと趣旨が変わってきちゃうので、今回は別のアプローチで海四駆マシンを作ろう。テーマは、防水。最も堅実で難しいアプローチに挑戦してみる。防水マシンを作る上で重要なのが動力伝達。船のスクリューなどは、船尾管シール、というもので、駆動部分から水が侵入するのを防いでいるらしい。模型用のシンプルなものだとこんな感じになっていたり、タミヤの水中モーターはグリスとオーリングで防水している。どの方式も確実に防水するには、多くの検証とノウハウが必要そう。もっと完全に内部と外部を隔離できる構造はないだろ。磁石を使えば良いので磁力を使って動力を伝達すれば、モーターや電池を完全に覆ってしまっても、タイヤを駆動することができるはず。てなわけで考えた方式がこちら。隔壁の内側に円形に磁石を配置して、外側にも同じように磁石を配置。内側の磁石を回転させれば、外側の磁石も同期して回転するはず。これはすごい方式を思いついてしまったぜ。と思って調べてみたら、普通に実用化されていますね。マグネットカップリングや磁気カップリングというらしい。気を取り直して実際に作ってみよう。最小限のパーツ構成でモデリングし、3D プリンターで召喚。これらの具材を、ガッチャンコ。磁石は内側と外側で6個ずつにしてみた。内側のパーツはこんな感じ。隔壁パーツにはベアリングが何個かついている。これらは外側パーツの位置合わせ用。隔壁内に内側パーツを収めまして、外側パーツを取り付ければ。うまくいったな。内側と外側は隔壁パーツで仕切られているけど、しっかり動力を伝えることができている。外側パーツは磁力だけで保持しているので、簡単に着脱可能。内側パーツと外側パーツの軸合わせで悩んだけど、4つのベアリングで支える方式でなんとかなった。これをマシンに搭載して防水機能を実現しよう。というわけで開発を開始する。いきなりメインディッシュの磁気カップリング。本来は駆動ロスを考慮して1箇所配置にするべきなんだけど、今回は4個配置を選択。理由は1個だとエレガントな配置を思いつかなかったのと、頑張って小型化した結果、ローハイトタイヤの内部に収まりそうだったから、モーターやギアの配置は、基本的に市販のミニ四駆と同じ。ただし電池は単4タイプにすることで、内部スペースを小さくすることにした。これに合わせてシャーシを設計。最後にカバーをつければ、3D データ完成。隙間のない設計なので、かなりごつい見た目になった。3D プリンターで召喚中。召喚完了。今回はサポート材の除去が結構大変。なるべく開口部を少なくした形状なので致し方なし。サポート除去完了。ギアなどの具材はすべてこの穴から入れるボトルシップ式。接続部に挟むガスケットは、TPE という柔らかい素材で出力した。そしたらアッセンブル。これにタイヤをつければ、磁力カップリング式防水四駆、ジバイアさん、完成だ。冗談みたいなネーミングだけど、2周くらい回って気に入ってしまったのでよし。マシン重量は 131.79g。ボディがないのと電池が軽い影響で、通常のミニ四駆程度の重さに収まった。モーターはとりあえずトルクチューン。ギア比もトルク重視で4対1を選択。ちなみにスイッチもマグネット式。ターミナルに磁石が仕込んであって、スイッチを回すと磁力で接触する仕組み。これなら防水性能に影響がない。防水試験の前に、まずは JCJC でシェイクダウン行ってみよう。スイッチオン。ちゃんと走った。タイムを測っておこう。使いかけのアルカリ電池なのでスピードは控えめ。
タイムは 5.45 秒。防水マシンとして遅いのか速いのか正直わからん。もうちょい速くても走れそうなので、ハイパーダッシュに換装だ。ついでに電池も懐かしのエネループに変更。見た目は全く変わらないけどパワーアップしている。スイッチオン。ゴー。あ。痛恨のスタートミス。衝撃でホイールが取れてしまった。ベアリングの取り付け方を工夫すれば、外れないようにもできるけど、想定外の負荷がかかった際は、ここが外れる方が安全なので、そのままリトライ行ってみよう。ゴー。あれ？トルクチューンとそんなに変わらない速さに見える。LC で飛び出てしまった。この先はセッティング調整やバッテリーの充電で、タイムを短縮していくのだけど、とりあえずちゃんと走ったので、先に重要なテストをやっておこう。次はいよいよ防水テスト。水を張ったタッパーに入れようと思ったけど、いきなり丸ごと突っ込むのはリスキーなので、部品を外しまして、まずはシャーシのみでテストしてみる。もろちん中身もほぼ空っぽ。スイッチのターミナルは両面テープ止めなのでお残し。3D プリントした部品は、厳密には細かい隙間がたくさんある。このままだと水が入りそうなので、UV レジンなどで表面をコーティングしようと思ったけど、本当に水が入るのか気になったので、あえて何もせずに沈めてみる。緊張の一瞬。これが浮力というやつか。シンプルに重りを乗せて対処。まあ沈めることができれば何でもよ。まあ沈めることができれば何でも良いのよ。よし、バッチリですね。5時間後。そろそろ回収してみよう。なんか表面に気泡がたくさんついているな。まずはマスダンパーをどかして、マシンを回収。表面の水を拭き取っておこう。果たして中に水が入ってしまっているのか。カバーオープン。ターミナルが取れた。どうだ？これは、ちょっと映像だと見にくいけど、ここから見える範囲は大丈夫そう。カバーの裏はこんな感じ。ガスケット部分がちょっと濡れているのは、カバーを開けた際に水がついただけなので、こちらも問題なさそう。ジッカップリング部分も分解。4箇所とも内部に水が入った形跡はなし。というわけで静かに沈めておく分には、表面のコーティングなしでも大丈夫だった。今回は海上コース用のマシン開発。つまり水中走行のテストではなく、吹っ飛んで海に落ちる最悪の事態を想定して、水にポチャするテストをやっておこう。というわけで浴槽に水を張りまして、入浴剤を投入。このモコモコ広がるのなんかいいよね。水に色をつけることで、もしマシン内部に水が入った際に見やすいと思ったけど、多分これじゃ色が薄すぎて意味がないですね。そして肝心のマシンの方は、こちらを使ってみることに、ガスケット部分に塗って隙間をなくす3段。先ほどのテストよりかなり過酷なので、これでも耐えられるか心配。磁気カップリング部分にも塗っておこう。組み立て完了。水ポチャテストをする分には、ローラーは関係ないので適当なものを装着。それでは水ポチャテスト行ってみよう。具材なしから段階的にやるべきなんだけど、間延びするのでいきなりスイッチオン状態でテスト。心を鬼にして、一発目。具材ありだと沈むらしい。二発目。3、4、5、6、7、8、9、10。よし、これで十分だろう。ホイールをパージして、外側の水気を拭き取り、カバーオープン。さあどうだ？おお、水が入った痕跡はなさそう。磁気カップリング部分も確認。こちらも大丈夫そう。今回は磁気カップリングを使ったマシンを開発。水に落ちても問題なしの防水性能を実現した。しかしながら、防水以外の部分はまだまだ未完成なポイントだらけ。ローラーやタイヤなどのセッティングは、
イベントまでに調整するとして、分解しないと内部が確認できない点と、外側のベアリングが海水にさらされてしまう点。この2つは看過できない。どちらも設計段階で予想できた問題なので、実はすでに手を打ってある。ただしどちらも配送スケジュールがギリギリなので、イベントに間に合うか微妙なところ。というわけで次回は、ジバイヤさんクリアスペシャル、会場コースを爆走。ただし間に合わなかったら今回作ったマシンで爆走。